これが喉仏、人間でいう。エゾジカ、で自家製のソーセージ、本日のスタディウメンバーです。美味しそうじゃない？めっちゃ上手。食べていただければな。また明日も来たいですね。明日も来たい。明日も来たい。はい。同じ猟友会の先輩が有害駆除っていうのをやってるんですけど、その有害駆除をしてる箱罠っていうのに小さいイノシシだと思うんですけど3頭かかってるっていうのを聞いて、でそのイノシシをこれから捕獲に行くっていうところですね。で有害駆除っていうのはこの辺りまだ農家さんが結構多いんですけど、畑を荒らしてくるイノシシがいるので、そういう困ってる農家さんのとこに箱罠を依頼を受けて置いていて、でそこにかかったら出動するっていう、こんな感じかな。はい。あれ、師匠はまだ来てないかな。まだ来てないです。ね、男前に移してもらい、まあ、レオくん。レオなあ。おじくんやろ。はい。さっきの方が、はい。富田林とか猟友会を取りまとめてる支部長で、高岡さん、こっちに移住してから狩猟のことですごくお世話になってる我々の漁師のレジェンド。あ、レジェンドなんですね。全部通りますよ。ここで一発ですね。いやまあものによるけど。ここにピーンと何らかの方法で紐を張っておいて、そこにイノシシなり獣なりがカッて引っかかって、ここのストッパーがパコンと外れたらこれが落ちていく感じですね。結構本当に仕組みはシンプルっちゃシンプルですね。引っ張ってストッパーが外れたら落ちるっていうだけなんで、入る箱罠はこうやって入るんだけど、入らないこと全然入んないもんね。漁長さんに聞いてもそれが腕やって言われてはい。はい、いきますよ。離します。OK です。 OK。奥にぬかとか巻いてるのを食べに来て、ワイヤーに引っかかったら外れて落ちると。そういうのは許可いるけど、これをもろって解体する許可はいりません。餌巻いても全然問題なし。問題はあると。でも昔みたいに油すごいのはもうお目にかからんな今。ですね。でやっぱ気候、そんだけ脂肪を貯める必要性がないぐらいぬくいから。ああ、そういう。そうか。狩猟の免許ってどうしたら取れるんですか。大阪府猟友会に狩猟免許を取りたいって言って申し込みに行くんですよ。で私10年ぐらい前に取ったんですけど、10年前の時は申し込んだら試験受けれたんですけども、今抽選ですって。受けたい人が多いから。だからうちの
免許取りたいっていう子らも2回連続で落ちた、3回連続で落ちたっていう人もいますんで、抽選で。抽選でうん。受けたい人はいるんですけどね、狩猟免許の試験官やってましたんで、何かあったら聞いてください。はい。せーの。バハー。これだと100キロくらいあるから毎日やっぱり上手にきっちり処理されないとジビエの肉ってそこで差が出てくるからね、これも、ね、できたら食べてもらってね。はい、食べてみたいです。ちなみにあれ今イノシシやらシカやらこう狩猟だけなら駆除されたりするけども、はい。実際にこう流通してはい。食べられてるのって全体の何割ぐらいだかとかって聞いたことあります？いや、聞いたことないです。なかなかはい。あんまり知られてないかもしれないけど、はい流通してるのは1割程度だって。9割ぐらいはまあ破棄焼却とか、埋められたりとかしてもそれで済んじゃってるからもったいないやんか、なので自分なんか狩猟を始めた一つの理由なんやけども、どうせ取るんだったら美味しくいただいてそれを広めていったらその捨てられる命がちょっとでも減っていく、まあやっぱ価値あるもんだと思ってないだろうからね、捨てられるんだってね。そうです。逆に有害駆除したらはい。それだけでまあイノシシ1頭あたりいくらとか鹿1頭いくらっていう報奨金が出るんよね。そうすると報奨金がもらえる人はそれ取ったらそれで満足しちゃってあとは捨てちゃうだけ。まあ、要は昔からその減らすのを目的にしてたわけよね。それを活用するっていう考え方じゃなかったから、まあ、そういう流れになっちゃったのかもしれないけど、まあ、でも少し前から国を挙げて今こう利活用していこうという動きがこう高まっていってるから、これがもっともっと広がればね、捨てられる日も減って美味しく食べられるっていうのが増えて、ね、地域によっては学校給食で出たりとかイノシシが出たりとかそういうのがねもっともっと増えて美味しいよってなったら牛肉や豚肉やと同じような形で使われるぐらいになったらいいなと思うけどね。そうですね。こうやってその高岡さんも3つありますよ。飼ってるのをはい。教えてもらって育てて、そうですね、高岡さんから教えてもらっでて伝。授してもらって、そう。はい。名前あるんです。じゃ食べれないですよね。あ、出ちゃう。まあ出ても全然この子ら大丈夫です。こんにちは。そういう場所決めたらなんかその産んでくれるようになります。でもたまにミスってます。落ちてたりする。はい、しますね。でも大体は1匹がちゃんとそこに産んだら、あと2匹は釣られてそこの中で、そうなんや、はい、まだほぼほぼ毎日産んでくれます。はい、めっちゃ美味しいですよ。黄身持ってますもん。そう。何でも食べてくれるんで。生ゴミめっちゃ減ります。そう食べたらあかんもんもありますけど、はい。野菜くずとかほぼほぼ食べてくれるんで、はい、ゴそうミが減るよね。めっちゃ減りますよ。エそうコですね。本当にエコ。子供さんがそう遊べて。ね、そうなんですよね。これから狩猟も始められるって。そう今年取りたいなとは思ってます。だって大師匠がいるんやからそうですね。もう大師匠が。現役のうちにそう。教えてもらうとね。で技を盗んで。けど狩猟だけじゃなくて野菜作りいやとかね。ほんまにそうここもだいぶ教えてもらって、いやだいぶ教えてもらってるっていうかやってもらってる。委託みたいな。そう。わかりましたわなありがとうございます。耕してもらってる、教えてもらってるっていうやってもらってるみたいな。ここにねミントがあるから。これも使うんです。お店のデザートに。ああ、いいですね。前の人住んでないから。うちもしかしてさ、食べたら。あ、いいんですか。ありがとうございます。いただきます。
だからこれ家置いといてはい。 1週間ぐらい置いといたら多分熟成してね甘くなると思う。甘くなるでもねこのみかん自体があっさりした味やね。へえ。そんなむちゃむちゃ甘くない？みんな来たらみんなにやってる。こんなもらっていいですか？食べきれへんからさ2人やから。で柚子もいただいた。水も。あ、今もういただきまあいっしぱい取ってくださいよ。ようさた。ん。いっぱいいただきました。あとでこれわかるかな。あこれへそがあるのがここへそがあるのがネーブル。ああ、このこれね。そう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 。ネーブルだって。無事取れて今から洗って内臓抜きですね。これがいわゆる管理番号ですね。駆除の報酬金が出るためにはここで取ったイノシシですっていうのとで一応誰が取りましたっていうののエリア誰が取ったで何匹目っていう扱いなんですけどこの証拠写真と一部ですねこのエリアだとイノシシの尻尾ですけどを市役所に提出して初めて降りるっていうないと降りない。洗います。どうしても土ついてるから雨降ったりしたらもうドロドロやもん。そんな汚れるんですね。汚れる。泥でコーティングされてるとなんぼいつっても砂が出てくるから泥の沼みたいなところで体こうこすりつけて虫を落とすからぬたばって呼ばれてるけどね。お、始まったよ。あ、内臓だけは先取っとかないと、はい。あったかいから肉がすぐ傷んじゃう。内臓の熱で肉を潰してしまうよ。これが喉仏、人間でいう甲状軟骨のところで剥がしてやってあげるともう全部丸くいけますね。だから専門用語出てくるやろ。歩いてくんですか？いやいや、車乗り換える。もともとは銀行にいたり証券会社にいたり金融関係かな仕事は。でも10年前にそのさっき話したイノシシとか鹿を捕獲してそれをなんか9割もう破棄されてるっていうようなニュースみたい。なんかそんな状況になってんのかと思ってね。で狩猟始めてで5年前にそのジビエのこうもっと広めればなっていうことでお店を始めたんやけどね。なかなかそのさあやろうって言ってすぐできるお仕事でもないですもん。あ、今これ？この仕事も。そうやね。免許取ってからって。まあ狩猟免許取るのは簡単なんだけどね。レベル的には原付免許取るぐらいのレベルだから多分ね。でも何が難しいかってさっきの高岡さんみたいにそういうに出会えるか、自分がこう猟をやる猟場がなければできないわけだからね。免許を取ってもね。だから狩猟免許取っても3年ごとに更新するんだけど、結局免許取ったものの自分で猟ができなくってやめちゃうっていう人が多い。どの山もね誰かの持ち主だからその持ち主の許可をもらわないといけないし、それがたどり着かない人が結構多いと思うよね。
約10年間の間にねこう全部が全部いい人と出会ってたわけじゃないよね正直。やっぱりその自分がやりたい漁に対してこう足を引っ張られたこともあるしね正直。でもまあなんだかんだ去年こっちに移住してきたら、さっきの高岡さんもそうだし、これから会いに行く大上さんって漁の先輩であり農家さんなんかとかこっち来て出会った人なんやけど、もうほんとみんな親切でいろいろ教えてもらってね、勉強になる。その狩猟だけじゃなくてね、野菜作りのことにしたってね、山のこととかね、いろいろ教えてくれるから、知ったらああの山はこうなってんだとか楽しいよね。これが猟銃空気銃所持許可証ということで、平成28年に取ったんだから多分今10年ぐらいだと思うよね。2丁持ってるんだけど、1丁が散弾銃持ってますよと。で狩猟したり、有害鳥獣駆除やっていいですよっていう許可ね。でもう一つが、空気銃っていう、これが大阪府公安委員会、警察だよね、から許可をいただいてるっていうもので、もう一つこれが、射撃指導員っていうことで、鉄砲を撃ち方とかを教えれるっていう資格。気をつけてね。はい。寝てるわ。おやすみしてる。うわ、あ、でかっ。めっちゃでかいよ。これがこう来たらまた動き出すから。あれでかない。じゃあお疲れです。何回やってもね、まあでもいただいたからにはできる限りきっちり処置して美味しくみんなで召し上がってもらうと、できる限り多くの人にね、それが使命かなとは思うけどね。まあ命奪っときながら言うのもなんやけど。まあ1日か2日経ったら、水分が抜けて、でさっきのイノシシみたいになって身が締まってちょっとさばきやすくなる。さばき方とかって最初どうやって覚えたんですか？さばき方はすごくラッキーだったのが、ちょうど私が狩猟を始めようと思った時に、大阪府猟友会が狩猟者を増やそうということで、大阪ハンティングアカデミーっていうね、狩猟学校を始めてくれたのよ。
それの1期生でうん入校して、でみんな狩猟初めての人が猟友会のベテラン漁師さんから教えてもらうっていうので、それでお友達も漁の仲間もできたし、今のつながりが持てたって感じやね。高音機が乗っかったから、あちょっとこれに変えた。ここも教えてもらってからほぼ毎日レオ君と来てる。タオル持ってきますよ。さあ気持ちいい。よいしょ。いきますか。はい。その今から野菜分けてもらう人が大江さんっていうんだけど、はい、ここにセリが生えてるって言っていつもここでセリを摘んで、はい、お肉に添えて食べたらいい香りですか。美味しいでしょう。こんにちは。あ、織坂です。これね、はい。梅ラッキョウ酢でつけたやつなんですよ。こっちちょっと硬いめ、こっちもっと柔らかい。もうそのままいただいて、食べれる食べれる。今日はちょっと船と高音機が乗っかっててあかんで。すごい。よいしょ。罠を設置したら、はい、必ず表札をつけないとダメなのよ。ここで私がやってますっていう、それを準備しとかなきゃいけなかったんだけど、どれでやろうかな。あ、これがくくり罠っていうやつなんだけど、こっちなんかは手作りで、まあほとんど師匠が作った罠を分けてもらってて、こっちはネットで買ったやつ。この罠をぐちゃぐちゃに使っちゃうから、1回でダメになっちゃったりとかするケースもあるけど、ね。はい。で、この上を踏んだら、おお。で、これで足に引っかかる感じ。くくられるっていう。さっきのは話、い。動物が歩いてるかなどうかなっていうのをこう見て歩くのね。はい。そうするとこれなんかどう？こあ、確かにこ歩いてそう。ない？はい。ね、ここ歩いてるわけよね。ただ最近歩いてるかどうかって言ったらこう見てみると、足跡とか特にこれないから、以前使ってたんだなっていう道かな、これ。ちょっとかけておきたいなと思ったのが、この辺りこう降りてきてるなって感じ。俺はあんまり綺麗さとかこだわらない。俺素手でやってるけど、本当の罠をする職人さんはもう軍手はめてね、土に匂いが移らないように。こういう木
とかをねはい。踏むのを嫌うのよ。へえ。だから人にとってはこうやってここにあるなっていうのが分かるし、動物らはこういうペキッとかいうだから音がするのをすごく嫌がるから、こうまたいでこの上を踏んでもらう。この罠は有害駆除じゃないので普通の狩猟なので狩猟やってますっていう札をつけると。よし、レオ行こう。はい、つけ。はい、つけ。はい、行け。はい、行け。グッボーイ。よし、じゃあ行こう。今日使う分ぐらい。イノシシ。イノシシの骨出しで炊く釜飯、ちょっとしばらく置いときます。これが心臓やね。今日使わない分は真空冷凍します。ヒグマの頭で260キロぐらいので、ここに今日食べていただくお肉を盛り付けしてるって感じ。手のあれ手拭き本日のスターティングメンバーです。
大井さんの白菜きれいに外取ってくれてる。こんばんは、織坂です。よいしょ。こんばんは。こんばんは。あー楽しみですね。楽しみよ。これで20分弱で、これはエゾジカで自家製のソーセージで鹿のももで、今日はヒグマもちょっと用意させてもらいました。すごいよ、マジですごいわ。気をつけてください。はい。ありがとうございます。ジビエのフルコースの方を始めさせていただきますので、お願いします。でまず鹿ですね。鹿のもも肉です。あ、めっちゃうまい。このお皿なんですけれども、クレー射撃って鉄砲をパンパン打つときになんかお皿ピョンと飛ぶのがあるんですよ。そのお皿を利用させていただいているという肉屋さん方式で、セルフで手元のトング網の上に置いて焼き始めていただけますでしょうか。はい。ので、はい。ぼちぼちいい焼け声ですね。あ、そうですね。もう食べよう。いよいよ初ジビエですか。初ジビエですね。ちょっとどんな感じか。はい。なんか結構ジビエってそういうなんかネットとかでなんかその血眼臭いというか、その結構臭いみたいなイメージが結構あるんで、だからちょっとあんま食べるのもあんましなかったんですけど、なんだな、友達に誘ってもらって、来たんでちょっと食べてみようかなみたいな感じですね。これ何つけたらいいですかね。まずは、お塩で。あ、塩で。シンプルに。硬そう。食べていただければな。なんか素直にめっちゃ美味しいですね。ありがとうございます。しっかり新鮮で、血抜きとかの処理を、丁寧にやってますんでね。大将が取ったやつ。すごい。なんか全然イメージと違うというか、なんかめちゃくちゃ美味しいというかジューシーですね。
あります。ジビはその油がね、はい。とっても美味しいので、油を楽しんでもらえたらなと思いますね。すごい。全然脂っこくない気する。油乗ってるけど、乗ってるけど全然しつこくない。甘いよね、油。うまい。ヘレ肉、ヘレ、フィレ。毎日修行って行かれるんです。もう罠をかけると毎日見回りが必要になってくるんですよ。なので毎日朝見回りに行くんですね。で、それ以外は例えば鉄砲でみんなでイノシシを取りに行こうって言ったらもうこの日っていうのを決めて朝からその山に行ってでイノシシとか鹿を見つけたり追いかけたりする犬がいるのでその犬に手伝ってもらって我々がイノシシから狩るっていうグループ猟っていうのがあるんですけどそれはまあ大体土曜日とか日曜日毎週そうそうそう開けましょう。鹿の骨出しの上にカラメル甘いのが出ますので、プリン感覚でこう。すき焼きめっちゃうまそうやね。すき焼き日本人みんな好きやもん。かよ。わあ。イノシシ。あ、イノシシの炊き込みご飯。そうなんですね。出汁がね。お焦げが美味しそうやね。ですね。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。本日の三つ葉です。寮の先輩の大上さんが、はい、大上さんにお漬物をお願いした。めっちゃシャキシャキしてる。美味しい。めっちゃ飯に合う。獅子の肉で味が微妙に変わってきますけど、獅子汁です。ラインの前にこうネット広が怖い最後や。今日お味いかがでしたか？いやめっちゃ美味しかったよ。美味しかった。いや最高やったわ。俺は個人的にすき焼きがすごい美味しかったですね。一番最初の油の旨味をって言ってたイノシシかな。イノシシか。何が一番良かった？アナグマですかね。アナグマ。そうですね。さすが渋いな。はい。ジビエに対するイメージどう変わりましたか？どう？いやもうすごく食べやすいし臭みもないし、また食べたいなって思いました。やんな、なんかもともとなんか結構臭いみたいに言われてたけど全く臭み感じんかったし、硬いとかね。あとなんかまあめちゃくちゃ新鮮やったし、ここめっちゃおすすめですね。また明日も来たいですね。明日も来たい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いしまお願いします。お願いします。ありがとうございます。またお願いします。お気をつけて。はい。朝下。ありがとうございます。失礼します。はい。はい。